キャンドルを灯していると、その温かな炎にとても癒されます。今では日常で使うことも多くなったキャンドルたち。動画で紹介するたくさんの作り方をマスターしていくと、いろいろなデザインのキャンドルが作れるようになります。今日は大切な基礎知識、燃焼の仕組みについてレッスンしていきます。ろうそくと調べると、より糸や紙をより合わせたものを芯にし、ろうやパラフィンを円柱状に成形して灯火に用いるものとあります。そう、キャンドルとは芯に火を灯して使うもの。日常で使うキャンドルもそうですね。では、なぜ芯の部分に火を灯すと燃え続けていくのでしょう。不思議ですよね。どんな原理で炎は一定の大きさでずっと燃えているのでしょうか。現代の照明器具がエジソンによって発明される前は、照明器具としての役割もあったろうそく。この燃え方の原理を知ると、原始的でシンプルだけど、照明器具としてのすごい仕組みで作られているなぁと、改めてろうそくの凄さを感じます。これから作る上で燃える仕組みは意外に重要です。なぜならば、火がうまくつかない、燃えている途中で消えてしまう、など作っている上でいろいろなトラブルが出たときに、燃え方の仕組みを知っていると、どこに原因があるのか発見しやすくなります。なので、燃える仕組みを理解して作ることをお勧めします。キャンドルは溶けたろうが毛細管現象によって上昇し、気化ガスとなり、炎が継続するというシンプルながら非常に考えられた照明器具です。図を使って説明してみます。まずここの芯の部分ですね。ここは普段コーティングされているのですが、ここに火をつけます。そうすると芯自体が燃えていって、ここでちょっと炎が小さくなるんですが、ポッという音がして少し大きくなります。この時にキャンドル自体に着火したということになります。ここですね。まず芯が燃えてキャンドル自体に着火して火がポッとつきます。そうすると何が起こるかというと、この炎で温められたここのキャンドルのワックスが液体になります。この液体のことをプールと言ったりします。次にこのプールになった部分を芯が吸い上げます。液体は細い管を登ろうとする性質があるので、この現象は昔理科などで習ったことがあるかもしれませんが、毛細管現象といって、液体は管を登って上へ上へと行こうとします。その現象がここで起こっています。液体になったろうは芯で吸い上げられて上へ上へと登ります。炎の中心のここの熱でろうが気化し燃焼していきます。そして6番ですね。炎が燃焼し尽くすと、また炎が下に下がっていって、ここのろうを溶かして液体化にして、それをまた吸い上げて、そんな形でくる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 と回りながら、キャンドルも小さくなっていくけれども炎は燃えていきます。ここにあるワックスを溶かして芯が吸い上げて炎にして燃えていく。このワックスを燃料にしてどんどん燃えていく。そんな感じでキャンドルは燃えていっています。炎をもう少し詳しく見てみると、外縁、内縁、遠心の3つに分かれていることがわかります。特に外縁が一番温度が高く、1500度です。炎の A の断面図で切ってみると、とてもよくわかると思います。また、炎の明るさは意外に内縁の500度が一番明るくなっています。ろうそくは外側よりも中心が一番明るいんです。先ほどの毛細管現象の部分の図を少し拡大して見てみましょう。
化したろうが毛細管現象で芯に吸い上げられ、炎の中心の熱でろうが気化し燃焼します。アロマキャンドルなどの匂いが空気中に漂うのもこの仕組みのおかげです。この図でわかるように、プール状になった液化したろうを芯が吸い上げる際に、この液体の中に不純物が混ざっていると、芯の吸い上げが妨げられ、炎に燃料となるワックスが届かなくなってしまいます。ここでいう不純物とは、規定量より入れすぎた顔料や香料のことを言います。液化したろうの中にこのような不純物が混ざっていると、芯に詰まってしまい、燃料がいかなくなり、炎が消えてしまいます。キャンドルの芯はお辞儀をする形になっていて、炎の外縁の熱を利用して、芯自体が燃え残ることなく、炎の熱で焼き切っています。だからきれいに燃えることができます。よくある質問で、キャンドルの芯以外でも大丈夫ですかという質問があります。次の図でわかる通り、キャンドルの芯以外はお辞儀をする形になっていないので、炎の一番高いところで焼き切られてしまいます。このため黒く残った部分が多く、それが液化したろうに落ちた時に灰色になり、とても汚い見た目になってしまいます。また、すすもたくさん出ます。炎の仕組みを利用したキャンドルの芯はとてもよくできているので、キャンドル専用の芯を使うことをお勧めします。吸い上げたろうと燃焼のバランスを崩し、燃焼を続けると芯の先に炭化した炭のような塊、ウィッグマッシュルームができやすくなります。この場合、すすが多くなったり、燃焼にも問題が出てきてしまいます。炎の熱を利用したキャンドルの芯はとてもよくできているので、キャンドル専用の芯を使うことをお勧めします。普段あまり考えることのないキャンドルがどうやって燃えているのか、その燃焼の仕組み、いかがでしたか？これからキャンドルを作る上で少しでも理解しておくと便利だと思います。こんにちは。今日はキャンドル制作で最もよく使う2つのワックスについて詳しく学んでいきましょう。この動画のレッスンで紹介する作品は主に石油由来のパラフィンワックスで作るものが多いです。パラフィンワックスといっても実はたくさんの種類があります。パラフィンワックス以外のワックスや添加剤を含めると、その種類は50種類以上あると思います。たくさんの種類のワックスを使えば本当に様々なデザインのキャンドルを作ることが可能です。でも始めてすぐに多くのワックスを使って学ぼうとするととても混乱します。そして実際に毎月何千個というキャンドルを作ってきた私でもよく使う相性の良いワックスというのがあります。この動画のサイトでは厳選した使いやすいワックスでわかりやすく解説しています。なので慣れてきたらたくさんの種類で応用してどんどん作品を作っていくのがいいと思います。ポイントやコツもわかりやすく説明していきます。まずはじめに一番よく使うパラフィンワックスとマイクロワックスについて詳しく解説していきます。キャンドル製作に使う主なワックスは石油からできたワックスです。石油ワックスの歴史は新しく、1809年にドイツ人によって石油中より初めて抽出されました。キャンドルでよく使うワックスは石油から生成されています。石油を生成する段階で大きく分けて2つに大別されます。図を使って説明してみます。どのような工程でワックスは分かれているのか。
私たちがキャンドル製作に使っているパラフィンワックスは、このような工程を経てワックスへと生成されています。パラフィンワックスとは、原油の減圧蒸留流出油部分から分離生成した常温において固形のワックスです。結晶性の良い炭化水素を分離抽出したもので、直鎖状炭化水素ノルマンパラフィンが主成分です。融点は大多数のものが40度から70度程度です。マイクロクリスタンワックスとは、減圧蒸留ボトムまたは重質流出油から分離生成した常温において固形のワックスです。構成している炭化水素は、分岐炭化水素イソパラフィンや飽和環状炭化水素シクロパラフィンが多くなります。このためパラフィンワックスと比較して結晶が小さくなります。また分子量も大きく、そのため融点も60度から90度と高くなります。また溶融粘度も高くなります。だけど初めてワックスを扱う人にはこの説明だと分かりにくいですよね。分かりやすく簡単に説明すると、パラフィンワックスとマイクロワックスは石油から作られ生成されるときに分かれます。大雑把に説明すると、パラフィンワックスは油の上のサラサラとしている部分、マイクロワックスは下に沈んだドロドロとした部分です。実際に溶かしてみるとわかるのですが、マイクロワックスの方がドロドロとしてとてもベタベタします。それに対してパラフィンワックスはお湯のようにサラサラとしています。この2種類のワックスはキャンドルの製作でとてもよく使うワックスですが、性質や融点など様々な点で異なるワックスです。ワックスの特徴を理解して使うことで、技法を理解しやすくなります。ちなみに融点とは、ワックスが溶ける温度、固体が液体に変わる温度です。ワックスの溶ける温度を表す際によく使います。私も初めてキャンドルを作った時にワックスの種類の多さに驚きました。まずパラフィンワックスとマイクロワックスが別のワックスだということを理解してください。同じ石油からできているのですが、パラフィンワックスが油分が少なくサラサラとしているのに対して、マイクロワックスは沈んだ油のドロドロとした油になっています。パラフィンワックスの融点が58度なのに対して、マイクロワックスは80度以上と融点も高くなり、ワックスとしての性質がかなり違ってきます。この2つのワックスはこれからのレッスンでたくさん使っていきます。今日はキャンドル製作で最もよく使うワックス、パラフィンワックスとマイクロワックスについて詳しく説明していきました。少し理解はできましたか？これからたくさん制作していく上で、どんどん特徴を知り慣れていくと思います。こんにちは。今日はキャンドルの製作で一番よく使うパラフィンワックスについてもっと詳しく説明していきます。パラフィンワックスには固体の時と液体の時のワックスの体積差が 20% あります。他にもいくつかの特徴があるので一緒に見ていきましょう。キャンドルの基礎知識。キャンドルの主原料
一番よく使うパラフィンワックスを知る。パラフィンワックス135はキャンドルの製作にとてもよく使われるワックスです。このワックスはキャンドルのためだけに作られたワックスではないので、他にも口紅の材料や塗料のワックスなどに混ぜて様々な用途で幅広く使われています。ですので、キャンドル製作で使用する際には添加剤や他のワックスを配合することによってよりキャンドル製作に使いやすいワックスにアレンジしていきます。見た目は白いペレット状ですが、溶かすと透明なお湯のような液体になります。4つの重要ポイント、ここから詳しく解説していきます。実は種類、仲間がたくさんある。体積は水とほぼ同じ。固体時と液体時では 20% の体積変化がある。単品で使うより何かを添加して使うことが多い。そう、パラフィンワックスにはパラフィンワックス135以外にも様々な仲間がいます。表を一緒に見てみましょう。どの品番にも様々な特徴があり、使い方はいろいろあります。私たちがキャンドル製作で一番よく使うワックスはパラフィンワックス135番です。パラフィンワックスの仲間は溶ける温度が違うことが特徴です。他によく使うワックスはパラフィンワックス115番。融点は47度です。このよく使う2つの種類について詳しく解説していきます。パラフィンワックス135。まず融点は58度です。先ほどの表の中にあったパラフィンワックスの融点は様々な種類がありました。135の58度はパラフィンワックスの仲間たちの中で中間に位置します。そして注意しなければいけないのは引火点です。パラフィンワックス135は234度です。引火点234度とはどういうことなのでしょうか。引火点の234度になるとワックス自体に火がつき引火します。ですが120度くらいになると煙が出るため、そばに行って温度計を測りながら管理していれば引火することはほぼありません。溶かしている最中にそばを離れたり、目を離して温度管理を怠るととても危険なので、必ず注意して作業しましょう。次にパラフィンワックスの仲間の中で一番融点が低く47度のパラフィンワックス115について、その融点を利用した便利な使い方について解説していきます。意外に便利な低融点ワックス115。低融点ワックス115はブロック状でパラフィンワックスよりもやや透明感があり透けています。今回はこの低融点ワックスの融点の温度を利用して私がやっている秘密の使い方3つを紹介します。まずカラーシートに混ぜて硬さを調整するやり方です。マイクロワックスで作るカラーシートに低融点ワックスを 10% から 20% 混ぜるとカラーシートの硬さを調節することができます。もう一つ便利な方法として、グラスに流し込むワックスに低融点ワックスを使うと、グラスから抜けてしまうトラブルが防げて、とても便利です。意外に知られていない方法だと思います。さらにもう一つ、融点が低い植物性のワックスに混ぜると、ワックスの燃焼が良くなります。融点が植物性ワックスと
同じぐらいなので、とても馴染みが良く、燃焼が非常に良くなるのが特徴です。このような使い方で意外に便利な低融点ワックス115、パラフィンワックス135と合わせて115もぜひ用意してみてください。次にキャンドルの制作の時に必要なワックスの量を測る、そのやり方を説明していきます。体積の計算ができないような方にどのぐらいのワックスが必要か知りたいときは水を入れて測ります。パラフィンワックスは水の体積とほぼ同じです。ワックスの収縮の特性を理解する。固形時と液体時では 20% の体積変化がある。パラフィンワックスの特徴として固形状の時と液体状の時では体積が 20% 膨張する。20% 膨張するということは簡単に言うと体積が 20% 増えているということになります。それはパラフィンが液体の時と固体の時の密度が違うという特性の問題です。20% 膨張したパラフィンワックスは型に流し入れると見た目は型は液体で許容量がいっぱいになります。しかし固まって固形になると 20% の収縮が起きるわけです。この収縮分は注いだ時に残ったろうを継ぎ足します。例えばキャンドルを作るのに必要なワックスを測った時、水を入れて 400g だったとします。400g のワックスを用意して型に流し入れます。その時いっぱいになってしまうのが 320g。収縮が起き 20% 収縮した時に注ぎ足すものが 80g ということになります。ここで注意です。注ぎ足すろうは色が同じじゃないとおかしいので、必ず鍋に取っておくこと。では、パラフィンワックス以外の他のワックスは収縮するのでしょうか？一度液体に溶かし固めて真ん中にわかりやすく線を描いてみました。それぞれのワックスの収縮を見てみましょう。まず天然ワックスの蜜蝋です。真ん中の線はほとんど収縮していません。次に大豆ワックスです。こちらもほとんど収縮が見られませんでした。こちらがパラフィンワックスです。基準になるように同じやり方で作ってみました。こちらはパラフィンワックス、ステアリン酸、パルバックス、マイクロワックスの4種類を混ぜて作ったものです。真ん中に収縮が見られます。これはマイクロワックスを 100% で作ったものです。収縮はほとんど見られません。ワックスの種類によって収縮に違いがあります。天然ワックスなどの粘度が高いワックスは収縮がかなり少なめでした。パラフィンワックスは 20% 程度、混合ワックスでも 10% 程度の収縮が見られました。これにより収縮の特徴はパラフィンワックス独特のものだということが分かりました。パラフィンワックスが持つ収縮の特徴は理解できましたか？キャンドルを作っていく上でワックスの収縮は意外に重要です。ぜひ覚えておいてください。こんにちは。今日はパラフィンワックスの
添加剤について解説していきます。パラフィンワックスを詳しく解説した動画でも説明しましたが、実はパラフィンワックスはキャンドル専用に作られたものではありません。パラフィンワックスは口紅の材料や床のワックス、塗料のワックスなどにも混ぜて使われています。なのでキャンドルに使用するときは性質がキャンドルに適した安定したものになるように添加剤を混ぜて使用することが多いです。意外にもパラフィンだけでの状態で使用することは少ないのです。ではパラフィンワックスに何を混ぜて使用するのか、添加剤って何なのか、ここから説明をしていきます。キャンドルの基礎知識。ワックスの添加剤。添加剤とは、主にステアリン酸やバイバーワックスのことを言います。パラフィンワックスに少量加えて、キャンドル製作に適した配合に安定させます。キャンドル用のワックスとして売られているものの中には、ステアリン酸がすでに添加してあります。キャンドル用としてそのまま使用することができる便利なワックスです。では、キャンドル製作でよく使うパラフィンワックスと添加剤の配合を見てみましょう。一番オーソドックスな組み合わせがパラフィンワックスとステアリン酸です。ステアリン酸は気泡除去の効果やひび割れを防ぐ効果があり、パラフィンワックスが安定するのにとても役立ちます。添加するときは 5% から 10% が一番よくやる配合です。また、ステアリン酸の融点がパラフィンワックス135とほぼ同じなのも安定しやすいポイントだと思います。次に便利な配合で私がよく使うのがパラフィンワックスにバイバーワックスを添加する配合です。バイバーワックスは添加専用のワックスで単体では使用しませんが、パラフィンワックスに 0.1 から 3% とごく少量配合するだけで絶大な効果があります。バイバーワックスの効果はステアリン酸とほぼ同じで、気泡の除去やひび割れを防いだりします。さらに、香料を配合した時のダマを軽減してくれたりと、パラフィンワックスを安定させる役割があります。次によく使う配合はマイクロワックスを添加する方法です。マイクロワックスを 5% から 20% 程度配合すると少し粘り気が出て強度も増します。注ぎ入れるキャンドルのほか、手でこねて成形するときにもよく使う便利な配合です。マイクロワックスを 5% 添加した配合はステアリン酸を入れた時と同じで、気泡を除去したりひび割れを防いだりとパラフィンワックスを安定して使う効果があります。さらにパラフィンワックスにステアリン酸とマイクロワックスを一緒に配合する方法もあります。添加剤が多くなるとそれに応じてワックスのテクスチャーが変化してより強度が増したり粘り気が出たりします。作る作品に応じて配合を選んで使えるのもキャンドルを手作りする面白さだと思います。ではパラフィンワックスのみで使うときはどんなときでしょうか。まず仕上げの工程で使うディッピングという作業のときはパラフィンワックスのみを鍋に溶かして使用します。この時は他のワックスが混ざっているときれいに仕上がらないので、必ずパラフィンワックスのみで行います。ディッピングはとてもコツのいる作業なので、別の動画で改めて詳しく解説します。もう一つは土台にするときに軽くホイップをして使うときです。
この場合は土台として見えない部分で使うので、パラフィンワックスのみで簡単にホイップをして作ることがあります。そのまま注ぎ入れたりする作業の時や、スイーツキャンドルを作る時など、ほとんどの場合でパラフィンワックスに何かの添加剤を配合して使っています。その配合がキャンドル作りでとても重要です。ワックスの特徴をつかんでくると、何を何%ぐらい入れたらいいのか、だんだんとわかるようになります。ワックスの説明のレッスンでもう少し詳しくワックスについて説明をしていきたいと思います。キャンドルの基礎知識、よく使うワックスについて。こんにちは。今日はよく使うワックスについて解説していきます。たくさんの種類のワックスを使えば、本当に様々なデザインのキャンドルを作ることができます。でも始めてすぐに多くのワックスを使って学ぼうとするととても混乱します。なので今回は厳選した使いやすいワックスを分かりやすく解説していきます。パラフィンワックスとマイクロワックスについては別の2本の動画で詳しく解説しています。よく使うワックス、ステアリン酸について。石油由来のワックスが多い中、ステアリン酸は牛脂の飽和脂肪酸から作られるワックスです。主にパラフィンワックスに 5% から 10% 添加して使われることが多いです。海外ではとてもポピュラーなワックスで、添加することにより気泡の除去の効果やひび割れを防ぐ、さらに燃焼効果をアップさせるなど、添加することによりパラフィンワックスを安定的にサポートする役割があります。またこのような効果もあります。パラフィンワックスに 5% から 20% 添加すると硬度が増し、型抜けがしやすくなります。またパラフィンワックスにステアリン酸を加えると気泡除去の効果のほか、ワックスを不透明にする特性があるので色付けを助けます。ワックスの形状はパウダー状で、融点は57度、引火点は225度です。パラフィンワックスの融点と近いため、混ぜる時の相性もいいワックスです。よく使うワックス、ゼリーワックスについて。白いワックスが多い中、唯一透明でプルプルとしたジェル状の質感のゼリーワックス。涼しげな見た目でスイーツキャンドルやグラスキャンドルなどにぴったりです。ゼリーの硬さには種類があり、ソフトタイプやハードタイプ、自立するスーパーハードなど様々あります。色付けや香り付けには透明感を損なわないようにする工夫が必要です。ゼリーワックスの特徴として、融点が高いので湯煎では溶けにくい、染料での色付けがおすすめ。通常のワックスに比べて炎が小さくなる、他のワックスと混ざると濁る。濁る特徴を利用してプリンやババロアのような質感を作ることもできます。ワックスの形状はゼリー状で、融点は85度、引火点は250度です。また融点が高く引火しやすいため温度管理の注意が必要です。よく使うワックス、蜜蝋について。蜜蝋はミツバチから取れる独特の甘い香りのする植物性ワックスです。漂白タイプは白い粒状ですが、漂白していないものは黄色い色をしています。粒状のものもあればシート状のものもあります。人肌で柔らかくなるくらいの融点が低く、粘り気があるワックスです。石油系のパラフィンワックスなどに比べて、すすの量が少ないのも特徴の一つです。ミツバチから採取された際、お花の種類や季節によっても香りや色が若干違います。漂白タイプといっても真っ白というわけではなく、少しクリーム色をしています。蜜蝋の特徴として、ミツバチの巣より採取、すすが出にくい、人肌で柔らかくなるため加工しやすい、甘い蜜蝋独特の香りがする。またホイップして使うとクリーム状になり、絞り袋で絞ることができます。ワックスの形状は 2,3 ミリの粒状で、
融点は50度から63度、引火点は230度から250度。植物性のワックスが引火することはほぼありませんが、140度を超えると酸化することがあるので十分注意が必要です。よく使うワックス、ソイワックスについて。大豆からできているソイワックスは植物性ワックスの中でも最もポピュラーなワックスです。海外ではパラフィンワックスよりも人気があると言われています。植物性でできたワックスですすが出にくく、ほとんど収縮をしないので、グラスキャンドルなどによく使われます。ソフトタイプからピラータイプまで様々な種類のソイワックスがあります。ワックスは白いフレーク状ですが、溶かすと黄色い液体になります。ワックスの特徴は、ほとんど収縮しない、急激に冷やすと劣化する、香料や顔料の入れすぎに注意。粘り気が強く、グラスへの密着度が高いので、グラスキャンドルに向いています。ワックスの形状は白いパラパラとしたフレーク状です。融点は47度から50度、引火点は220度です。大豆ワックスには様々な種類があり、柔らかさやフレグランスの許容量などメーカーによって違います。よく使うワックス、バイバーワックスについて。アメリカで開発されたバイバーワックスは、パラフィンワックスに 1% から 3% 程度添加すると、香料のダマを防いだり、気泡を除去したり、ひび割れを軽減したりと効果を発揮します。ステアリン酸とよく似た効果ですが、添加する量が 1% と少なく、コストパフォーマンスもとても良いのが特徴です。バイバーワックスの特徴は、表面のひび割れを軽減する、強度が増す、香料を入れた時のダマを軽減する、気泡を除去する、そしてホイップで使用するときめ細かい真っ白なホイップができる。ワックスの形状は、表面にツヤのある2ミリ程度の粒状で、融点は60度、引火点は240度です。パラフィンに対して少量の添加で効果を発揮する便利なワックスです。よく使うワックス、大切なポイント。たくさんのワックスがなくても、ここにある7種類があれば、キャンドルは作れます。初めてキャンドル作りに挑戦するときに、たくさんの種類のワックスがあって驚くと思います。しかも見た目がどれも白くてつぶつぶしています。溶かすと液体になってしまい、もっとわからなくなってしまいます。キャンドル作りって難しいのかな？そんな風に思ってしまうかもしれません。なので、初めからたくさんの種類を使わずに、最小限のワックスで作り始めてみましょう。私の場合、たくさんのワックスから自分が使いやすいワックスを選んでいますが、この7種類があればほとんどのものが作れてしまいます。ワックスの知識ももちろん大切ですが、技術を学ぶためにもあまり混乱しないように、ワックスはシンプルに使いやすいものに絞った方がデザインや技法に集中できると思います。こんにちは。今日はキャンドル作りに欠かせない芯のサイズ選びについて説明します。適切な芯を選ぶ作業はとても大切です。キャンドルのサイズに合っていない芯を選んでしまうと、途中で火が消えてしまったり、炎が思っていたよりも小さかったりと、燃焼トラブルが起きてしまいます。実は適切な芯を選ぶ作業は単純なようでとても奥が深いのです。では、あまり聞き慣れないキャンドルの芯のサイズ表記は一体どんな意味があるのでしょう。キャンドルの基礎知識。芯のサイズ表記。例えば、芯のサイズの一つの 4×3 プラス2。これはどういう意味になるのでしょうか。これは4本の細い糸を1束にし、3玉を編んだもので、中心に固く寄った2本の糸をプラスしたものとなります。全部足した数は芯の構成本数を表しています。また、芯は細い糸の構成本数が多くなるほど太くなり、ワックスを吸い上げる量が大きくなり、
大きな炎になります。室内での大きすぎる炎は危険です。また、炎が大きくなるほど煙が出やすくなり、キャンドルの燃焼時間も短くなります。キャンドルの目的に合わせて芯のサイズを選ぶことが大切です。キャンドルの芯には先ほどの 4×3+2 などの表記で表される平らに編まれた平編みの芯と D から始まるサイズで表記される丸く編まれた丸編みの芯があります。丸編みの芯の方が吸い上げが高く炎が大きくなるのが特徴です。また、もともと色が染めてあるカラフルなおしゃれな芯もあります。先ほどの D サイズの芯も太く吸い上げが高い芯なのですが、フレグランスキャンドルなどでもっと吸い上げを上げたいときは、麻紐が練り込まれたこのようなタイプの芯がおすすめです。他にもたくさんの種類があるので、用途に合わせて使ってみてください。芯の使い方。芯のコーティング。買ったばかりの芯はコーティングがされていません。柔らかいままの状態で使用すると、灯した時のろうの吸い上げが良くなかったり、芯をまっすぐに固定できずに歪んでしまって、炎が均一にならなくなってしまう失敗につながります。芯はそのまま使わずに、使用前にワックスに浸してコーティング処理をします。ワックスが溶けたので芯をコーティングしていきます。まず芯を置く大理石ボードを用意します。これは何でも大丈夫なのですが、芯を熱いうちに平らに置ける場所を先に用意しておきましょう。溶けたワックスに芯を浸します。熱いので注意してやってください。ピンセットで芯を掴んだら、トイレットペーパーで拭いていきます。残ったワックスをしごくようにして、余分なワックスを取ってください。横に置いたボードの上にまっすぐに置いて固定します。この時曲がっていると、曲がったまま固まってしまうので注意してください。置いた芯はあっという間に固まります。今は1本ずつやりましたが、たくさん作るときはまとめて10本とか20本とかをやっておくと便利です。コーティングした芯はぐしゃぐしゃにしてしまうとその形になってしまうので、なるべくまっすぐにして保存しましょう。座金について。キャンドルの芯を固定させるパーツを座金と言います。燃焼に関わる大切なパーツですので、用途に合ったものを選びましょう。座金の役割は主に2つあります。1、炎を安全に消すため。2、芯を中心に固定するため。座金は芯を中心に固定し、炎を安全に消す役割があり、立ち上がりの部分の長さは3から6ミリが一般的です。座金の径のサイズは芯の太さによって使い分けます。座金の選び方は、芯の太さに合わせて A の径のサイズを選ぶ。また、火を消したい位置によって B の立ち上がりの高さを選ぶ。座金の使い方について説明します。座金に芯を設置する方法を細い芯と太い芯でやってみたいと思います。座金の突起している部分から芯を通し裏側に出します。この時5ミリぐらい折り曲げます。
次に突起部分をペンチで潰します。座金の曲がってしまった部分は手で直せます。少し平らに直してから突起部分が抜けないか確認してください。太い芯も同様に突起部分から芯を通し、裏側を5ミリぐらい曲げて、突起部分をペンチで潰してしっかりと留めます。座金の固定方法。製作の途中で座金から芯が抜けてしまったり、グラスの中心部分からずれてしまったり、実は座金はしっかりと固定することがとても重要です。まず突起部分をペンチでしっかり潰す場合も、芯が抜けないか必ず引っ張って確認してください。さらにその座金をグラスに固定する場合は、グルーガンや接着剤などで力を加えても外れないくらいしっかり留めることが失敗を防ぐ秘訣です。最後の最後で芯を引っ張って座金が浮いてしまったり、芯が抜けてしまうともう修正ができないので、十分注意する大切なポイントです。どの芯を使用するかは、キャンドルのサイズ、ワックスの種類、香料や着色料の種類、量で変わります。キャンドル作りで一番大事なことは、いかに安定してきれいに燃焼するかです。今日はキャンドル作りで意外に重要な芯の選び方と座金について解説しました。キャンドルを作る時の芯選びの参考にしてみてください。こんにちは。今日はキャンドル制作で必要な色をつけるための顔料と染料について解説します。ワックスの種類で紹介したように、ワックス自体は白や透明です。着色するには顔料や染料を使う必要があります。それぞれに特徴と注意点があるので確認しましょう。キャンドルの基礎知識。顔料と染料。キャンドルの色付けには、キャンドル専用の顔料や染料を使います。それぞれに特徴があります。特徴を理解して用途に応じて使い分けてみてください。顔料は発色がとても良く、染料は色の透明感など、それぞれに特徴があります。ここから顔料と染料についてそれぞれ解説していきます。キャンドル専用顔料。キャンドルの色付けとして最もポピュラーなのがキャンドル専用の顔料です。色の種類が豊富で綺麗な発色が魅力です。海外製と日本製で色の濃さや添加量が変わるので注意が必要です。海外製と日本製を見てみましょう。海外製のキャンドル顔料は主にドイツやアメリカが多いです。顔料の発色の良さが日本の顔料よりも強いのが特徴です。色の種類も日本製の顔料に比べるとはるかに多いです。ただ、色についている名前は各販売サイトによって異なるため、同じピンク色でも全然違う色が届くことがあります。また、今見ている顔料本体の粒状の色と溶かした時の色はかなり違うものもあるので、溶かしながら研究していくことが必要です。顔料の形状は大きなフレーク状だったり、細かいフレーク状だったり、または粒状だったりとバラバラです。ここに並べたのはオーソドックスな色ですが、これの何倍もたくさんの種類があります。日本製の顔料は粉の質がとても細かく、すごく溶けやすいのが特徴です。
顔料本体の粉末の色が完成したキャンドルと近いのも海外製との違いです。海外製とは違い、色の種類がそこまで多くありませんが、色と色が調合しやすく、混ざった時の色合いがとても綺麗です。通常の顔料以外に日本製、海外製ともにもっと発色の良い蛍光の顔料もあります。顔料の特徴と注意点。まず顔料の特徴から説明します。まず顔料の最大の特徴は色の種類が豊富なところです。海外製も含めると本当にたくさんの色があります。そして色の発色が良い。色の発色の良さも顔料の特徴の一つです。そして形状が粉状だったりフレーク状だったりするので、色の濃さの調節がとてもしやすいです。また長期間飾っておいても色が抜けにくく、退色しにくい部分も顔料のメリットと言えます。それでは顔料を使う上で注意する点を説明します。顔料は水や油に溶けないため、色粉が残りやすくダマになりやすい点が注意です。入れすぎると目詰まりを起こし燃えなくなります。顔料は必要以上に入れると芯に詰まります。それがろうを吸い上げる際の障害になり、炎がうまく燃えないことやすすが発生するなど不完全燃焼の原因になります。この図のように顔料を入れれば入れるほど炎は小さくなり燃えづらくなっていきます。顔料を入れれる上限の目安は海外製と日本製によって異なりますが、海外製は 0.1 から 0.2% 程度、日本製の顔料でも 1% ぐらいが目安です。また顔料を入れる温度にもポイントがあります。パラフィンワックスは80度から90度が目安です。100度ぐらいの方がよく溶けるようなイメージがあるかもしれませんが、実は80度ぐらいが一番よく溶けます。100度以上になってしまうと粉が残ったり色が変わってしまったりすることがあるので、十分温度に注意して入れてください。染料の特徴と注意点。染料の特徴。水や油に溶ける水溶性の染料の一番の魅力は溶けやすさです。顔料のように入れすぎによる芯の目詰まりや燃焼への影響はほとんどありません。液体のものや固形のもの、形状はいろいろありますが、色の彩度は顔料の方が高く鮮やかです。また、染料を使って色付けしたキャンドルは日光などで退色しやすいので注意が必要です。染料をワックスに溶かす温度は顔料ほどの決まりはありません。目安としてパラフィンワックスに70度から90度の時に溶かすといいでしょう。また、添加する量も特に上限は決まっていません。このように一滴でもすごく濃い色がつくので、たくさん入れる必要はないです。染料の特徴の一つに色の透明感があります。また、一滴でもすごく色が濃くつくので、濃い色を作るときにはとても便利です。また、油や水に混ざりやすい性質があるため、ワックスにとてもよく溶けます。そしてダマになりにくいです。染料の注意点。色の調整がしにくい。一般的な染料はこのように液体でスポイト状になっています。300g のろうに1滴で十分色がつくので、入れすぎに注意が必要です。色の調整をしたいときは竹串の先につけて少しずつ入れるといいでしょう。顔料のように粉末状やフレーク状ではないのですが、キューブ状の染料があります。
その場合はカッターで細かくすることにより色の調節がしやすくなります。クリアな透明感を生かしたゼリーワックスの作品を作る場合は、染料での着色がおすすめです。色移りしやすく退色しやすい。染料の特徴の一つに色移りのしやすさがあります。出来上がったキャンドルを棚などに飾っておくと、下の部分に色が染み込んでしまう場合があります。また、太陽の光で色が薄くなってしまう部分も注意点の一つです。長くインテリアとして飾るキャンドルを作る場合は、顔料での色付けがおすすめです。よくある質問の一つ、クレヨンで色付けはできるの？キャンドル作りのアイデアを公開している様々なサイトでも、クレヨンで色付けする方法を紹介されています。クレヨンも着色としては使えますが、あくまで身近な素材を使った代用品としての意味合いが強く、キャンドル用の顔料ではありません。クレヨンは粒子が粗く、芯の目詰まりが起きやすいので、あまりおすすめはしません。今日はキャンドルの着色の顔料と染料について説明しました。キャンドル作りの魅力の一つに、好きなように色がつけれるということがあります。絵の具のように好きなように自由自在に色を混ぜれるのは本当に楽しいです。私はキャンドルの色付けがとても大好きで、作り始めた頃から自分で顔料を取り寄せたり、これ以外にもたくさん、実は引き出し2つ分ほど顔料があります。10年経った今でも顔料の調合が大好きですし、カラフルな色をもっともっと研究したいと思っています。今日は顔料と染料について説明しました。本日もありがとうございました。こんにちは。今日はキャンドルに入れる香料について説明します。キャンドルは自分で香りをつけられるのが魅力の一つです。香料の種類もエッセンシャルオイル、アロマオイル、キャンドル用に開発されたキャンドル合成香料があります。それぞれ成分が違うので香りの持続性などに違いがあります。キャンドル製作で香料を入れる場合は、ろうが熱で熱くなっているので入れるタイミングなど非常に重要です。香料は揮発性もあるので注意が必要です。その他にも注意点がいくつかあるので、一緒にここから説明していきたいと思います。キャンドルの基礎知識。香料について。キャンドルに使う香料には大きく分けて3つの種類があります。ここから種類について説明していきます。エッセンシャルオイルは植物に由来する天然の香料で揮発する成分からできています。原料や生産地によって香りの成分の割合や持続性などが大きく異なり、他の2つに比べると持続力が少ないのですが、ナチュラルで優しい香りです。エッセンシャルオイルは精油とも呼ばれ、植物からごくわずかな量しか取れないものも多く、値段が高価なものが多いですが、一番癒しの効果が高い香料だと思います。アロマオイルは精油をアルコールやキャリアオイルなどで希釈し、香りのバランスを整えたものです。数種類の精油を独自にブレンドしたものもあります。合成香料は精油と同様の揮発成分を科学的に作ったもので、キャンドル専用の香料などがこれにあたります。手軽で持続力もあるのでとても使いやすいです。キャンドル専用に開発されているため、ワックスにきちんと溶けるのも使いやすいポイントです。使う時の3つのポイント。
その1、香料を入れるタイミング。香料はどれも揮発する成分があるため、高温でワックスに点火すると気化してしまいます。また、高温のワックスに直接入れると香料のほとんどが気化してしまい、香りが薄くなってしまいます。型やグラスなどに流し込む場合も、一度火を止め、鍋を IH から下ろしてから香料を入れましょう。スイーツキャンドルなどのホイップの場合、この場合も高温で入れると香料が揮発してしまうので、まず表面に膜が張ってホイッパーで混ぜている時に香料を入れるといいでしょう。その2、香料を入れる場所。香料を入れるとき、効果的に香りを感じさせるために香料を入れる場所にも工夫すると良いでしょう。グラスにワックスを注いですぐに液体のうちに芯の周りに香料を垂らして香り付けをすると気化を防げます。また、灯した時にプールになる芯の周りに集中的に香料を入れると、灯した時に炎の熱で温められて香りがより漂います。スイーツキャンドルの場合。スイーツキャンドルの場合はグラスの中ではなくて、グラスから出ている部分に香りを強くつけると、飾っている時に香りを強く感じられます。その3、香料を入れる量に気をつける。香料を入れる量には上限があります。ワックスの配合によって異なります。入れすぎると燃えづらくなってしまったり、すすが出たり、途中で火が小さくなってしまうなど、燃焼にも影響があります。また、入れすぎると固まらずに分離してしまうこともあるので、香料の入れすぎには注意しましょう。香料の入れれる量はワックスによって異なりますが、だいたい3から 6% が基準です。香料のダマを軽減するためにファイバーワックスなどを混ぜて香料の上限を上げた場合は 10% 程度まで入れれる場合もあります。グラスキャンドルを作る際によく使われるソイワックスなどは香料の上限がワックスによって異なる場合があります。香料を多く入れたフレグランスキャンドルを作りたい場合などは、多く香料が入れれる仕様のソイワックスを選ぶといいでしょう。香料のブレンド。香料同士をブレンドすることもできます。自分で好みの匂いを作ることはとても楽しいと思います。花由来の香り同士、柑橘系由来の香り同士などはブレンドしやすい組み合わせです。また、お気に入りのアロマブランドなどのブレンドを参考にするのもいいと思います。ニールズヤードのアロマのブレンドなどはとてもいい匂いで参考になります。よくある質問。お気に入りの香水を入れても大丈夫？よくいただく質問に、お気に入りの香水があるのだけど、キャンドル作るときに入れても大丈夫ですか？というのがあります。これは、キャンドルがワックスという油でできているので、水やアルコールが入っている香水を溶かしたワックスに混ぜるのは非常に危険です。水と油は混ざりません。同じくマッサージオイルなどを混ぜることもやめた方がいいと思います。油の比重が合わない場合も混ざり合わずに固まった時に分離してしまうことがあります。海外での香りの強いキャンドルを見ていると、香料は上限がないのかなと思ってしまいますが、作ってみると香料を入れすぎて起こるトラブルはかなりあります。今日のポイントを参考にして、ぜひ自分だけのお気に入りの香りのキャンドルを作ってみてください。こんにちは、オロージャパンの堀崎です。今日はキャンドル制作によく使う道具を紹介します。
こで紹介するものは100円ショップで揃うものもたくさんあります。キャンドルの制作で使う場合、ろうですぐ汚れてしまうので、はじめは安くて気軽なもので揃えてみてください。それでは一つ一つ紹介していきたいと思います。まずはじめに IH クッキングヒーターです。ワックスを溶かすときに使います。温度設定ができるものが便利です。鍋を安定して乗せられるサイズのものを選びましょう。次にワックスを溶かすときに使用する雪平鍋です。私は熱伝導がいい雪平鍋を愛用しています。掃除がとても楽なので使ってみると便利だと思います。そしてキャンドル作りに欠かせない温度計です。デジタル表記で先がステンレスになっているものが便利です。先を混ぜ棒として使うこともできます。200度程度まで測れるものがいいでしょう。次にデジタルスケールです。鍋の重さが引けるゼロ表示の機能があるものが便利です。本当は2キロ程度まで測れるものが使いやすいと思います。次にトイレットペーパーです。これは鍋や IH を拭くときに使用します。ろうがこぼれたときにも使用するので手元に置いておくと安心です。次にアルミホイルです。私はくっつかないシリコン加工がしてあるアルミホイルを愛用しています。急いでしなきゃいけない作業の時にろうがきれいに剥がれてくれるのでとても便利です。次にクッキングシートです。クッキングシートはどれでもいいんですが、私はこのセブンイレブンに売っている両面がツルツルしているタイプを愛用しています。一度使うと手放せないぐらい丈夫でとても使いやすいです。よかったら使ってみてください。次にスイーツキャンドルによく使うアイスディッシャーです。アイスディッシャーはサイズがいろいろあるので、グラスの大きさなどに合わせて選んで買ってください。次に紙コップです。ろうを測ったり、型の代わりにして固めたりなど様々な作業で使います。いろいろなサイズがあると便利です。次にシリコントレイです。余ったろうを入れたり、バットの代わりにして使用します。安いもので構わないので何種類か揃えておくととても便利です。深さがあるものも便利です。スプーンです。ホイップを乗せたり、粉末の顔料をすくったりするのに使用します。私は耐熱ではないプラスチックのスプーンを使っていますが、たくさん用意して色によって分けたりするととても使いやすいです。次にドリルです。硬くなってしまったろうに穴を開ける際に使用します。芯の太さに合わせてドリルの太さも何種類か用意しておくととても便利です。長さもいろいろありますので選んで買ってみてください。柄のところに太さの表記があるので注意して見て選んでみましょう。次に竹串です。一般的に売っているお料理に使う竹串で大丈夫です。柔らかいろうに穴を開けたり、細かい場所を整えたり、文字を書いたりと様々な用途で使います。次に割り箸です。芯を固定したり、ろうを混ぜたりする際に使います。この間に芯を挟んで固定します。また先で混ぜたり、便利に使えるので、たくさんの量を用意しておくといいでしょう。次にカッターです。ろうを切ったり、型紙を切ったりする際に使用します。キャンドルですぐにベタベタになってしまうので、あまり高いものでなくて大丈夫です。次にハサミです。芯を切ったり、型紙を切ったりする際に使用します。ペンチです。座金を留めるときに使用します。デザインカッターです。細かいカッティングをするときに使用します。先が尖ったものの方が細かいものを切るときに便利です。ヘラです。ボードについてしまったろうを取るときに使用します。
マイクロワックスのブロック状の塊を切るときにもとても便利です。ピンセットです。細かいパーツの配置や穴から芯を引っ張り出したり、細かい作業に役立ちます。そしてスイーツキャンドル作りに欠かせないホイッパーです。私はステンレス製のものを使っています。お料理などに使うタイプで大丈夫です。色によって分けて使うので何本かあると便利です。こちらはキャンドル製作にとても便利な人工大理石ボードです。耐熱で丈夫なので掃除もヘラで取れるので楽で便利です。白いタイプのものがおすすめです。このようにヘラで簡単についたロウが取れます。掃除が楽なのがとても便利なところです。また耐熱なので熱いお鍋を乗せても大丈夫です。作業がしやすくなるのでよければぜひ揃えてみてください。以上でキャンドル作りに使う基礎的な道具を紹介いたしました。キャンドルの基礎知識、モールディングについて。モールディングはキャンドルの基本です。型に入れて作る技法です。この技法での注意点はワックスの収縮率を把握することです。ワックスは液体では膨張し、固まると収縮します。収縮することを考えてワックスの分量を用意する必要があります。モールドキャンドルの製作に使用する型には様々な種類のものがあります。それぞれの型の適温や特徴を理解して作品に合ったものを使いましょう。キャンドル用の型はワックスの収縮する性質を考えて上下が逆さまに作られている特徴があります。まず一般的なポリカーボネート製の型です。透明の型でキャンドルの型としては一番ポピュラーなものです。下に芯を通す穴があるのが特徴です。ワックスを注ぐ温度は80度から90度程度。耐熱の温度は120度と高く、とても強度があります。特徴としてクリアな質感のため、グラデーションのキャンドルやボーダーにしたキャンドルなど、色を生かしたキャンドルなどを作るときもとても便利です。また、型の種類が豊富で、丸の形や星、まん丸、いろんな形があるのもとても便利です。ただ、一つ問題なのが、このポリカーボネート製の型は香料が使えません。香料を入れると、この樹脂に反応してしまい、この樹脂が白くなって劣化して壊れてしまう可能性があります。なので香料が使えないのでアロマキャンドルなどは作れないので注意してください。ですが芯の穴があって透明な特徴を生かしてグラデーションなど様々な用途で使えるので持っておくととても便利です。こちらはアルミ製のキャンドル用の型です。ワックスを注ぐ温度は80度から90度。耐熱の温度は190度と最も高いです。強度もポリカーボネートよりもあるので、ちょっと叩いたりとかしても型が壊れるということはありません。また、ポリカーボネートと違って香料が使用できるので、アロマキャンドルとかにもとても便利です。芯を通す穴も開いています。ただ、この型はワックスを入れた後、すごく高温になるので、十分注意が必要です。もう一つ、私がよく使っているのは、実はアクリル製の型です。キャンドル専用ではないので、芯の穴も開いていません。香料が使えるという点においては、ポリカーボネートより用途が広がると思います。どうしても香料を使いたいキャンドルを作りたいときは、アクリル製の型を使うととても便利です。アクリルの厚さは少し厚いものを選ぶことがポイントです。こちらは耐熱ではないので約80度ぐらいまで
しか多分耐えられないと思うので、十分注意して使ってください。ただこの場合は液体で注ぐというよりもホイップをして注いだ方が用途としては使いやすいと思います。もう一つよく使うのはシリコン製の型です。こちらはワックスを注ぐ温度は80度から100度とキャンドル専用の型と変わらないのですが、耐熱温度が200度までいけるのでとても便利です。形や種類が豊富で、また価格も100円ショップなどで売っていてとても安いので、いろいろな形を揃えると便利に使えると思います。そこに穴が開いたりとかもしていないので、ワックスが漏れ出る心配もありません。また香料も使用できるので、アロマキャンドルなどにもとても便利です。またこのシリコンの柔らかさを生かして固まっていなくてもキャンドルが抜けるのがとっても便利な点です。こちらの硬いキャンドルの型は固まっていないとやはりキャンドルが抜けないのがちょっと不便な部分だと思うので、そういう部分ではシリコンの型はとても便利だと思います。このような形で様々な種類があるのですが、用途や香料が使えない、穴が開いてた方がいい、開いてない方がいい、いろいろな用途があると思うので、作品に合わせて型を選んでみてください。次に型に芯をセットしていきたいと思います。キャンドルの型なので、これは実は逆さまになっていて、こちらが上になります。で、上の部分が芯がほどけるように結ぶ必要があるんですね。出来上がったキャンドルの上が芯が短くなりすぎてしまうと困るので、実はこちらを長くして結び目がほどけるようにする必要があります。ではこの芯の結び目の方法をやっていきたいと思います。まず輪っかにします。このままこちらの輪っかをここに通します。ここを引っ張ります。こんな感じの結び目になっています。で、こちらの端をですね、引っ張ると芯がピュッと取れる。こっち側からピュッと抜けるような感じになります。もう一度丸く輪っかを作って、そこにこの輪を入れます。で、こっちから引っ張る。こんな感じです。これはテキストにも結び方が書いてあるので、写真と合わせて見てみてください。こっち側をギュッと引っ張って、この玉の部分で穴を塞ぎます。で、もう一度このマイクロワックスをちぎったものをここに入れて、ワックスが出てこないようにしっかりと蓋をしていきます。こちらからギュッと引っ張って、そしてこの芯を割り箸で固定していきます。ギュッと引っ張って芯がまっすぐになるようにしっかり固定してください。ではモールディングの基礎のポリカーボネードの型にワックスを流す方法を説明していきたいと思います。まずこのポリカーボネードの型ですね、これの流すワックスをどのぐらい必要かというのを測っていきたいと思います。パラフィンワックスの重さと水の重さが同じなので、まずこれに水を入れていきたいので、下から水が出ないように、私はマイクロワックスのこれをちぎったやつをこの穴を塞ぐためにここにつけます。これはモールドクレイを使う方もいらっしゃるんですが、マイクロワックスの破片で大丈夫だと思います。
0表示にして容器の重りを抜いた状態にします。この型に一体どのぐらいのワックスが入るのか水を入れてつけていきます。上まで入れるとだいたい460ぐらいですね。460入りました。なのでワックスは460用意して作っていきたいと思います。次にワックスを測っていくんですが、まずこの水が入ったモールドは必ずよく拭いてから使ってください。水気が入っているとワックスと分離してしまうので、濡れている部分は必ずよく拭いて水気を取ってから使ってください。でモールドクレーを取っていきます。マイクロワックスを外していきます。今回は先ほど測った 460g のワックスを用意したいと思います。ステアリン酸を 10% 入れたいので414パラフィンワックスを入れていきます。414パラフィンワックスを測りました。ステアリン酸は 46g 入れたいと思います。お鍋じゃなくて別に紙コップを用意して入れると失敗がなくていいと思います。慣れるまでは別に測った方が足したり減らしたりがしやすいので便利だと思います。46、ステアリン酸 10% 結構多いですよね。これをお鍋に入れます。これでワックスを溶かしていきたいと思います。ワックスを溶かします。ワックスが溶けたら温度を測ってだいたい80度から90度ぐらいになっていたら色を入れていきたいと思います。今回はちょっと薄いピンクにしようと思います。でここでも少し白を入れてワックスを濁らせます。今回は円柱のキャンドルになって土台になるので燃えやすいようにあまり顔料は入れないで少し薄いピンクにしてみました。よく溶けたらもう一度温度を測っていきたいと思います。今90度ぐらいなので少し温めて型に流す温度は100度前後がいいと思います。ぬるいと固まった時ここにこうしましまができてしまったり気泡が入ってしまったりとするのでできたら100度ぐらいちょっと熱い温度で流し込むと綺麗に出来上がります。色を80度から90度で溶かしたらその後しっかり温度を上げていきます。だいたい100度になったので一度止めます。下をしっかり塞いだのですが穴が開いているのでワックスが漏れ出てしまうことがあるのでこういったシリコンのトレーなど何か器の上に型を置いて注ぎ入れることが、安全だと思います。ではワックスを入れていきます。ワックスはそのまま流してもいいんですがこぼれることがあるのでできたら私はこの紙コップにすくってここからそっと流していきます。この時にジョボジョボジョボっと気泡がたくさん出てしまうと出来上がりにも気泡が入ってしまうのでなるべくそっと注いでみてください。先ほど 460g だったんですが一番上まで入れて今上まで来た段階でお鍋にワックスが残っています。これが収縮の時にやった
20% になります。さっききっちり 460g 測ったので、これが、増えた 20% ということになります。収縮の部分でも説明したんですが、この後収縮が起きて真ん中がへこみます。そうするとこの 20% のワックスを足して、そのへこみを埋めていくことになるので、このワックスは必ず取っておいてください。結構こう見ると一番上まで入れると本当にまだ結構たくさん残ってるなっていう印象があると思います。このぐらいワックスは、固体の時と液体の時で、量の差があります。先ほどのワックスが固まるとこのぐらいへこみができます。ここに先ほどの、残ったワックスを溶かしたものを注いでいきたいと思います。温度は、100度以上がいいと思います。100度以上に温めたワックスをここに注いでいきます。稀に冬の場合、ここに中に空洞ができている場合があるので、少し竹串などでつついてから開けるといいと思います。ワックスを注いでいきます。ワックスの注ぎ方と収縮の注意をして、基本的な方法を通してぜひ作ってみてください。キャンドルの基礎知識。ホイップについて。ホイップの度合いによっても用途が変わってきます。滑らかにホイップして型に流したり、固めにホイップしてキャンドルの間にクリームのように挟んだり、いろいろなアレンジができます。スイーツキャンドルや手ごねキャンドルなどで使われる技法です。キャンドルと添加剤の配合によって使用用途が全く異なってきます。制作したいキャンドルに合わせて配合を決めてみましょう。では用途別のホイップについて説明していきたいと思います。ホイップは実は奥が深い技法です。ワックスの配合とどこまでホイップするかによってかなりテクスチャーが変わってきます。様々な配合があるので、ちょっとここで紹介するのと、そのテクスチャーを見ながら学んでみてください。その他に4種類ホイップをやっていくんですが、その配合もだいたい同じにして色も同じにつけていきます。パラフィンワックス 200g にステアリン酸が 20g です。水っぽさが残るゆるいホイップを作っていきます。これはちょっと雪解けのなんかそういうちょっと水っぽいテクスチャーのホイップが作りたい時に使う配合です。ステアリン酸を入れるとこういう少し水っぽいシャビシャビのホイップができます。こういうシャビシャビのホイップを作る時はステアリン酸が一番いいです。で、このゆるい液体状のホイップを何に使うかというと、こういうシリコン型に流すお菓子の土台などにする時にとても便利です。こういう細かい型、ボコボコがあったりするこういう型に流す時は本当に便利なので、少しゆるいホイップで流してみてください。ステアリン酸が入っていることによって白っぽいテクスチャーになるので、それもまた可愛くできるのでとてもおすすめです。こんな感じでゆるいまま型に流すととても綺麗にいきます。パラフィンワックスが 100g にバイバーワックスが 2g です。これはバイバーワックスを 2g 入れたワックスです。同じピンク色に色付けしてホイップをしていきます。バイバーワックスを入れると全体的に白っぽくなってふわふわのホイップになります。その場合何に使うかというと、ケーキの周りに塗ったりデコレーションをしたりするのにとっても便利です。白くてすごくふわふわした綺麗なホイップになるのでとても使いやすいです。ただしこれを混ぜる時にホイッパーじゃなくて割り箸で混ぜてしまうと
思ったよりふわふわにならなかったりするので、必ずこのホイッパーを使って混ぜるのがポイントです。だんだんふわふわの滑らかなホイップになってきました。ステアリン酸のように水っぽさが出ることはなくて、どちらかというと白くてふわふわの軽いスフレみたいな、そういう質感のホイップです。白を入れてないのにかなり白い状態になっています。このような感じのワックスをホイップで作った土台の上に塗っていくと、ケーキのデコレーションなどが簡単にできます。すごくふわふわしているワックスなんですよね。で、あまりベタベタしていないので手にくっつかないので、デコレーションなどがとてもやりやすいです。こんな感じに周りに塗ったりするのもやりやすいです。ファイバーワックスのいいところは手にくっつかないところなので、一回塗ったものを手で整える時もあまり手にくっついてこないのが特徴です。こんな感じでデコレーションなどにとてもよく使う配合です。蜜蝋が 200g です。これは混ぜずに蜜蝋 100% で 200g です。これが蜜蝋 100% のワックスです。今回は同じピンク色を同じ量だけ 200g のワックスに入れているんですが、これは蜜蝋がもともと黄色い色が少しあるので、ピンクなんですがちょっと黄色っぽいコーラルのような色味になっています。これを混ぜていくと、蜜蝋だけのホイップというのは、口金をつけた絞り袋で絞りやすい、ワックスになっています。もう少し周りが固まってきてからしっかりホイップしていくと滑らかになるので、もうちょっとホイップしていきたいと思います。どちらかというとすごく粘り気があります。実際に溶かしてやってみてもらうと分かるんですが、ホイッパーが重たい、ネトネトしてちょっと重たい感じがあります。他のワックスとは明らかにテクスチャーが違います。蜜蝋のホイップの特徴で角が立ってくるようになります。混ぜた時にホイッパーの跡がシュッてつくくらいの硬さが目安なんですが、こんな感じですね。角が立つ状態になったら絞り袋に移して絞ることができます。パラフィンワックスが 200g にマイクロワックスが 20g です。ホイップをしていくと先ほどのステアリン酸のように水っぽさは出ません。どちらかというとちょっともったりとした滑らかな感じになっていきます。これはどういう時に使うかというと、手でこねて何かを作ったりする時にマイクロワックスが入っているとまとめやすいのでとっても作りやすいです。なので今回は少しポロポロになるまでホイップをしていきたいと思います。これがマイクロワックスを入れてポロポロになるまでホイップをした状態です。マイクロワックスを入れるとこういうポロポロになる状態にホイップをすることができます。これは何かというと、こういうサランラップに丸めて手で丸めて成形したりすることができます。またドーナツの形や
パンの形などにこねて、手でこねていろんな形を作る時にも便利です。マイクロワックスが入っているとこのようにまとまって手でこねやすくなるので、手ごねの成形をする場合にマイクロワックスをパラフィンワックスに入れてホイップするっていうのは一番適していると思います。こんな感じです。あとはアイスクリームを作ったりそういうのにも向いていると思います。手ごね全般はマイクロワックスをパラフィンワックスに入れるっていうのがいいと思います。こんな感じのポロポロのホイップになります。こんな感じで今回は4種類のホイップで同じ量のワックスに同じ色を入れてテクスチャーを確かめる実験をしてみました。ホイップのいろいろなテクスチャーは伝わりましたでしょうか。自分の気になる配合でいろいろ試して作ってみてください。何をどのぐらい入れてどのぐらいまでホイップするかによってかなり変わってきます。ぜひ試してみてください。キャンドルの基礎知識。カービングについて、熱を持っている間にいろいろな形に変形できるろうの特性を使った技法をカービングと言います。ワックスの配合を工夫すると粘り気が出てねじったり重ねたり自由にできるようになります。ろうが固まる速さの感覚をつかみながら練習してみましょう。ではカービングについて今日はレッスンしていきたいと思います。熱を持った温かいうちに素早く形を変形させるためにはワックスにある程度の粘り気がないとひび割れてしまったり形が上手にできません。パラフィンワックスにマイクロワックスを配合して十分な粘り気が出るワックスを作ってからやりましょう。ではマイクロワックスをパラフィンワックスに混ぜていきたいと思います。カービングに一番適している配合は実はマイクロワックスを 20% ぐらい入れるのが私はやりやすいと思います。よく 5% とか言ったりすることもあると思うんですが、基本的に 5% だとちょっと伸びが悪くてやっぱり変形をさせにくいので私は 20% 程度入れています。マイクロワックスを配合してカービングの粘り気を確かめてみたいと思います。それではワックスを溶かしていきます。ではカービングをするために一度シート状にしていきたいと思います。先ほどのワックスをバットに入れてきます。表面が固まってきたらトレイから出していきたいと思います。ポイントは押してちょっとへこむぐらいの柔らかさです。まだ全体的にはすごく熱い温かい状態です。トレイの端から指を入れて取り出していきます。柔らかくて変形しやすいので注意しながら取り出してください。破けてしまいます。こんな感じで取り出します。まだふにゃふにゃ曲がるくらい柔らかいです。これがマイクロワックスが 20% 入っていなかったりパラフィンワックスだけだとこうやってやった時にひび割れて中が出てきてしまいます。今マイクロワックスが 20% 入っているので手の上に乗せてもどんどん変形してくれます。このぐらいの柔らかさです。例えばこういう土台を、これはパラフィンワックスでホイップしたワックスを固めた土台なんですが、この上に乗せて重ねた時もこの形に沿って変形してくれます。これがマイクロワックスを 20% 入れた時の伸び具合です。これを入れていないとこうやってやった時にここが破れてきたりします。すごく綺麗に伸びてくれます。でもう一つは
もう一つ試しにカッターで切ってねじってみたいと思います。例えばこの柔らかさだとこうやってねじって変形をしたりすることも可能です。こんな感じに自由に形が変えられます。リボンを作ったりすることもできます。こんな感じ。ちょっと白で作ってしまったから見えにくいかもしれない。こんな感じでこんな感じで伸びがいいので変形させながらいろいろな形にできます。このままねじって、例えばこう白鳥のような形にしていったりもできます。マイクロワックスが 20% 入っていると本当に自由自在に形が作れるので、ぜひいろんな形を試してみてください。かなり柔らかいです。で、寒い時は特にひび割れしやすくなるので、夏場は15% くらいでも大丈夫なんですが、冬になってくると 25% とか入れて室内を暖かくして、なるべく指先も冷やさないように注意しながらやるとより作りやすいと思います。でもしこういうふうに成形して失敗しちゃった場合はまたお鍋に入れて溶かせばもう一回元に戻って練習できますので、何度もやり直して、また、手の温度や気温に合わせてマイクロワックスを少し増やしたり減らしたり調節しながら自分でやりやすいカービングの配合を見つけてみてください。キャンドルの基礎知識、ディッピングについて。仕上げでよく使われる技法のディッピングについて説明をしていきたいと思います。まずディッピングで使うワックスはここにあるパラフィンワックス 100% です。少し量が多く入って見えるんですが、お鍋の上の方までワックスがあった方が、失敗がしにくいので、なるべく多めに入れてください。ただ一番上まで入れてしまうとキャンドルをつけた時に量が増えて溢れてしまうので、上から2センチぐらい開けた量にしてください。で、温度は100度100度以上にするのがポイントです。今日は説明のためにこのお花のキャンドルとこっちのお花のキャンドル、この2種類で説明をしていきたいと思います。まずディッピングの時に気をつけたいのは、中に入れてる時間をなるべく短くするということです。例えばこのお花のキャンドルであれば1回にここまで入れようとすると、ここのお花が使ってる時間が長くなってしまいます。そうするとここがどんどん溶けてしまうので、私はだいたい2回に分けてやっています。この場合だとこっからここまでさっと入れて、下もさっと入れる。ではちょっと入れる時間を実際に見ていただきたいと思います。まずはじめにパーツが落ちないかしっかりお鍋の外側で確認をします。ワックスに入れるときはここの上が結構温かくって、この上でもたもたするとここでパーツが落ちてしまうので注意してください。鍋の外側でパーツが落ちないかちょっと一回確認します。入れます。このくらいほんの一瞬だけつけます。で冷まします。でこちらを持って下を入れます。これもほんの一瞬だけ入れる。中に入れてる時間をなるべく短くしていきます。ではこういった大きな作品の場合、
を説明したいと思います。これもここで落ちないか一度お鍋の外側で確認します。この場合は鍋の大きさからしてこことここの上下だとお鍋に入らないので、ここを持って縦に上下に入れていきたいと思います。まずはじめにお花の部分から入れていきます。こんな感じで一瞬だけつけます。で、表面が割とすぐ乾くので、表面が乾いたら後ろをやっていきます。ここからこちら側の半分をつけていきます。一瞬だけ入れる。で、こういう雫のところは少し指で取ってあげます。で、今こう少し白っぽくなってしまっているんですが、これは固まると元の色に戻るので大丈夫です。温かいうちは少し白っぽくなります。こんな感じで2回に分けてやると綺麗にいきます。ポイントはあまり量が少なすぎると浸かりきらなくて何度もやらなければいけなくなってしまうので、なるべく多めのパラフィンワックスを用意してください。このディッピングが終わったパラフィンワックスは何度もディッピングで使えます。ただし30回から50回ぐらい続けてディッピングをすると、ここの中にこのディッピングをした時にポタポタ垂れる液体が入ってしまって、こっちが濁ってきてしまうので、ここが白っぽく濁ってきたりしたらこのパラフィンワックスを変えて新しいパラフィンワックスでディッピングしてください。ただこの濁ってきたパラフィンワックスも全く使えないわけではなくて、土台にしたり他のホイップする作業に使ったりすることができるので、捨てずにその後、土台などに再利用して使ってみてください。ディッピングでツヤが出なかったりきれいに仕上がらなかった時の原因、実はディッピングっていう作業は非常に難しい作業で、失敗することがたくさんあります。原因その1、ディッピングのワックスがパラフィンワックス 100% ではなくて他のワックスが混ざっている。ディッピングに使った今のこのワックスはパラフィンワックスが 100% であることが絶対的に大切です。この中に違うワックスが混ざってしまっていると表面が白っぽくなったりきれいに仕上がらないことがあります。必ずここが 100% であることをきちんと確認してからディッピングをしてください。よくあるのがお鍋の周りになんかワックスがついていて、マイクロワックスだったりバイバーワックスだったり、それが中に入ってしまってパラフィンワックスが 100% ではない状態、他のワックスが混ざった状態になってしまうことがあります。そういう場合は白く濁ってしまったりすることがあるので、お鍋をきれいに拭いて掃除をしてからパラフィンワックスを溶かしてディッピングをしてください。原因にキャンドル本体が完全に冷めていなくて温かい。この今ディッピングしたこのキャンドル自体がまだ固まってなくて温かい状態でディッピングをしてしまうとツヤが出ません。綺麗に仕上がらなかったり、またディッピングの熱で変形してしまうっていうことが起きることがあります。なので必ずディッピングをする前にこの本体ですね、この今ディッピングしたこのキャンドル自体がきちんと冷えて冷たい状態になっているということがとても必要です。原因その3、ディッピングをする時の温度が低く90度から100度になっていない。このディッピングする時の温度がとっても重要です。必ず温度を測ってからディッピングをしてください。これが90度から100度ない80度とか70度の状態でやってしまうと薄い膜が張ったような状態になってしまいます。そうするともうやり直しが効かないので、必ずこの温度を100度目安に、100度前後を目安に温度をきちんと測ってから中に作品を入れる、ディッピングをするということを注意してやってください。
ディッピングの技法は実は奥が深い技法です。ワックスの温度によってかなり仕上がりが変わってきます。ワックスの温度別に図を使って解説していきたいと思います。まずワックスの温度一番低い、パラフィンワックスの融点が58度なので少し高い60度から下まで行って100度まで、このワックスの温度の幅でディッピングがどのようになっているのか説明していきたいと思います。まずこの60度や70度の低い温度でする場合、パラフィンワックスプラスマイクロワックスを使用してスイーツキャンドルのアイシングをするワックスを作ってコーティングの技術をしていきます。これもディッピングと言います。75度程度で何度も表面をコーティングするスイーツキャンドルのデコレーション、アイシングとも言います。のディッピングの一種です。とろりとなった本物のお菓子のような質感ができます。パラフィンワックスのみを使用して仕上げのディッピングをしていきます。その時の温度について少し解説したいと思います。仕上げの時はだいたい80度から100度のこの高い温度のワックスでやっていきます。この場合はパラフィンワックスのみというのがポイントです。他のワックスが混ざっていないことがとても大事です。まずワックスが80度から90度のこのディッピングの温度の中では低いという部類に入るんですが、この温度の場合で仕上げるとき何が良いかというと、繊細な表現が溶けない、色がにじまない。で、この少し低い温度でディッピングするときの悪い点ですね。これは表面につくワックスが熱くなってしまう。これは実はディッピングの時に温度によって仕上がりの美しさが違ってくるんですね。デザインに合わせて少し低い温度の方がいいか高い方がいいか判断して温度の管理をした方がいいと思います。例えばこの繊細な表現は溶けない、色がにじまないというのは、例えば、女の子の顔とかで目が黒いワックスでできていて、それをディッピングした時に目が溶けてしまって黒い涙が流れるような形で滲んでしまうことがあるんですね。その場合は温度が90度から80度ぐらいの少し低い温度でディッピングすると、そこがにじまないで綺麗にできるということです。またお花などの本当に花びらが溶けないでほしいっていうようなものの時もだいたい90度ぐらいでやると、花びらがそこまで溶けてくっついたりしないで綺麗な表現のままディッピングができるということもあります。で、次は100度から90度。ワックスの温度が高い状態は、良い点は表面につくワックスが薄くなります。悪い点は高温のため繊細な表現が溶ける、色がにじむ。これは仕上げをきれいにディッピングする仕上げのコツは、パラフィンワックス以外のワックスが混ざってないこと、鍋を仕上げディッピング専用にして分けるなど工夫すること、これがポイントなんですが、この表面につくワックスが薄いというのは、パラフィンワックスが高温になっている時、表面についてくる油の膜っていうのがさっと液体がサラサラしている状態なので、温度が高い時はなので表面につくワックスが薄くなります。で、悪い点としてはやっぱりその温度が高いのですごく100度の中にワックスがさっと入るんですが、その時にやっぱり黒い表現、黒いとか赤いとか濃い色の表現が細い部分とか細かい部分にある場合は色が溶けたり滲んでしまったりすることがあります。なのでそのデザイン自体にどのような表現を使っているのかをしっかり見てから、ディッピングの温度を100度にするのか80度から85度とかにするのか、そういう細かい部分も実は計算して温度もきちんと測ってディッピングすることが作品をきれいに仕上げるポイントです。実はこのほんと些細な20度ぐらいの差なんですが、これで最後の表現が随分変わってきてしまうことがあります。で、ディッピングの表現っていうのは最後の仕上げなので、
もう修正することができません。失敗したりしてしまったら、もうやり直しが一番できない部分なので、必ずお鍋に温度計を入れて、温度を測ってからやる。そういう癖をつけると失敗がないと思います。